こういう感じで穴を今開けてますね。僕の師匠がもう1980年代からこういう時計を作ってて、でその師匠とか、兄弟子姉弟子のこう積み重ねがあって、それを最初に教わってったという感じなんですけど、ただやり方がこう決まってる世界ではないので、そこで自分流にやってる部分もあるんですけど、基礎に関しては全部師匠から教わってますね。師匠はもともとは商社マンで、1980年代からこの手作り時計っていうのを急に作り始めた人なんですけど、その師匠が香港にその仕事で行くことになって、でその香港で雑居ビルの取引先の隣の部屋かなんかで時計を組み立ててるところだよって聞いて、それを見てこんなところで時計が作れるんだっていうふうに考えて、で自分でもやってみたいなと思って、で最初はなんかこう香港からそのプラスチックとかのなんか安いパーツとかを仕入れて自分で組み立てて出してたんですけど、で当時師匠のその時計を卸してたお店の人とかでものづくり好きな人が弟子入りしたりとかでどんどん弟子が増えてって、でなんか一つの集団みたいな感じになってったんですけど、もともと革小物やってた人が入ってベルトの技術が会社全体で上がってったりとか、金属加工をかじった人がこういうやり方もあるよって師匠に教えたりして、またその技術が加わったりとかで、だんだんこういろんな弟子とかにもの持ってる技術とかも吸収しながらこう今の手作り時計の形ができていった感じですね。
構使う道具とかはこのまあ要はプロになってからなんか他のジャンルの方に教わって、あ、そんなのあるんだっていうのも結構多いですし、本当会社でその師匠から教わったのは基本的な部分が中心なので、工具とかはまあ自分で調べてちょっとずつちょっとずつ学んでった感じですね。だから手作り時計の作家の中で僕しか使ってない工具とかもやっぱりあったりはするので。今作ったパーツたちをちょっとフラットにするので、よいしょ。この仕事始めた当初はやっぱり買い揃えなきゃいけない工具がいっぱいあったんで、なんか彫金関係の工具と革関係の工具と時計組み立てるための工具それぞれを用意しなきゃいけないので、結構ハードでしたね金銭的にも。
どうしても焦がした状態のままだとちょっと粉状のものが出たりもするので、ちょっとニス的なものでコーティングをして、この焦げとかが落ちてこないようにする感じですね。いらっしゃいませ。こんにちは。ちょっと拝見してもいいですか？あ、どうぞご覧になってってください。ちょっとなんかユニークな感じのもあってね。そうですね。全色全サイズを作って、その撮影同じ角度でやらなきゃいけないから大変で、もう全然向こう放置で似たような。だからここの設置とかもめっちゃ細かいんですよ。はいはい。あ、でもなんか今鈴木道也さんこんな感じで作ってましたよ。あ、本当ですか。はい。へえ。ピッカーさんでしたっけ？パッカーさんでしたっけ？あ、ピッカー。ピッカーさん。はい。あ、知ってますか。いやでも行ったことないですよ。やってるかわかんないもんだって。ちょっと来れてよかったです。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。こっからの作業が、その文字盤に針をのす。まずこの文字盤にムーブメントというこの機械を取り付けるんですけど、まあそれは大した作業じゃなくて、でその後に今度針を一個一個乗せてって、であとこのリューズっていうこの時刻合わせのこの部分を時計のケースのサイズにぴったりに合わせていくんですけど、その作業が結構コンマミリ単位でちょっとずつ削っていったりとかする作業なんで割と大変っていう感じですね。手作り時計は結構工業製品と違って一個一個が微妙に同じデザインでも誤差があるんで、一個一個本当にちょっとずつ削っていって長さを合わせるって感じになっていくんですよね、これは。
ちは結構ベルトの色だけでも30色ぐらいあるので、時計にとってベルトってなんかまあ大きく言っちゃえばまあ人間にとっても服みたいなものなんで、やっぱりその色合いとかで全然時計の印象が変わっていくんですよね。でそれがまあ最初のうち楽しくて、であとまあここら辺が蔵前っていうその結構革関係の盛んな町でもあったので、この町にアトリエ構えたことで革関係の知り合いも結構増えたんで、お互い革のいい革、あそこの今革品質いいよとかの情報も交換し合いながらとかしてるうちにどんどんなんか革の種類増えてったりしていきましたね。手作り時計を仕事にしたいなって思ったきっかけのお客さんがいて、僕がその師匠の直営店で当時あったその渋谷ロフトの1階の店長をやってた時なんですけど、昼ぐらいの時間帯に急にOL っぽい感じの女性が泣きながらお店に来て「どうしたんですか?」って声かけたら、ここで昔買ったお気に入りのもう毎日使ってた時計を昨日なくしちゃったんですっつって、でもうその時計じゃないともう私耐えられないんで、同じ時計が売ってるとは限らないんですけど、やっぱりここの時計が良くて、それでもう今昼休み抜け出してきて買いに来たんですっつって、で結局なんか気になる商品見つけてくれて、で買ってお昼休み中に帰られたんですけど、そんだけ力のある商品ってすごいなって当時思って、結構そのお客さんが制作側に回るきっかけになった一つでは結構大きなポイントの一つではありましたね。でもまあこの仕事自分でやるようになって本当になくしちゃったっつって泣きそうな感じで来てくれるお客様っていうのは自分のお客様でも本当にいらっしゃるんで、そういう意味ではそういった自分がこの世界に入るきっかけになったようなお客様に自分のお店でも出会えてるんで、ありがたい話ではありますね。はい。はい、大丈夫ですよ。この時計を探してて、この部分がピンクとブルーのものを拝見して、それもね、多分ね、あると思うんですよね。1本ぐらい。この辺かな。ああ、でもこれだったらこれが一番。こっちほど青が強くないんですけど、ね、はい、まあグレーがかった感じなんで、なんかこういう感じのイメージですね。色味が合いそうな。あ、かわいい、すごい可愛いです。母親がすごい気に入ってる時計があって、なんか大学に通ってるので離れたところに住んだりしてて、あんまプレゼント渡せてなくって、なんか私も来年からちょっとまたもっと遠くに行く都合があったりして、まあ、一回なんかこの機にプレゼント渡したいなと思ってたまたま写真を見つけて、なんか覚えてるのかなって私は思うんですけど、ちょっと楽しみです、私のが。その時は横浜の赤レンガのイベントにちょっと多分手作り関係のイベントに出店してて、多分小学校高学年ぐらいの女の子がずっとうちの時計を見てくれてて、でさすがに小学校高学年が買える、ね、値段でもないし、でもなんかすごい時計好きなんだろうなと思ってちょっと話しかけたら、私この時計すごい好きなんですけど今は買えないんですって言ってくれて、でもうもちろん全然買える時になって来てくれたら嬉しいなみたいな感じで話してて、でも私本当にこの時計好きなんでいつか買いますっつって、でまあその時はそんな感じで、でも10分15分ぐらい喋って、でお母さんと一緒に帰ってって、
である時お母さんと高校生ぐらいの女の子がふらっとお店に来てくれて、で「あ、いらっしゃいませ」って声がけ普通にして「今日はたまたま通りかかった感じじゃないですか、それとも何かお探しですか?」ってちょっと声がけした時に、実は56年前私が小学生の頃に横浜の赤レンガでここの時計を見てっていう話をしてきてくれて「あ、覚えてます覚えてます」って話になって、でやっと自分で買えるようになったので今日注文に来ましたっつって、それで注文してくれて、で後日ちゃんと受け取りに来て買ってくれて、でその子的にも本当に念願の時計だったみたいで、でお母さんもずっとこの子これ買うの目標にしてたんですって言ってくださって、もうその子はすごい印象に残ってるお客さんの一人ですね。多分まあそっからも67年経ってるんで、もう今20代半ばぐらいになってるとは思うんですけど。こんな感じですね。いやー、なんか久しぶりに集中して丸一日仕事しましたそう割とまあ抜くところは抜くっていう感じなんですけど、今日ずっとダッシュした感じだったんで、それは久しぶりに。ただもうやりたい仕事は大体やってるんで、あとちょっとこれがお客様の注文品なんで、これの画像を撮ってお客様にちょっと完成しましたっていう連絡はしなきゃいけないんですけど、そのパソコン仕事終わったらもう今日はやる予定だったこと全部終わりですかね。